おはようございます。ひろちゃんです。今日もよろしくお願いいたします。今日は、7月6日です。去年から始めたんですけども、感情白皮っていうのについて今から説明と実践をやっていこうと思いますので、もしよろしければ最後までご視聴お願いいたします。はい、それでは開始していきますが、これが去年感情白皮をした、状況です。で今度はこれに対してもう一本感情白皮をしていくんですけども、感情白皮って何っていうことなんですけども、実際にこの木は、下から養分、水分を、導管を通って、真ん中の軸ですね、この中に軸があって、それを通って、水分を上げて、それを光合成を葉っぱがして、その養分をこう土に返して根が生えて木が大きくなったり、ブドウに、栄養を与えて糖分を与えていくっていうのを毎日繰り返しています。でその状態を一旦この感情白皮っていうのをすることにより、水をあげて葉っぱが光合成をして糖分を返すときに、ここでその糖分を根に生かすんではなく、ブドウの方に生かすことによって糖度を約1度から2度上がると言われていますが、実際にうちで同じ木2本で、両隣にあったんで試してみたんですけど、1度から2度、個体差はありますが、実際に糖度が変わってましたので、糖度を、上げたいっていう感じの人はやった方がいいと思うんですけども、毎回糖度が18から20になる人に関してはその木はもう私は何もしてません。だけど16度とか17度18度っていう微妙な状態になるの木があるんで、その木だけを、とりあえずは感情白皮をしようとしてます。それがこの木は、毎年17度18度になるのが遅い木です。でもう一つの木があって、そっちは20度に必ず以上になるんですけども、ちょっとこっちが遅れてるんで、この木を最初にしていこうと思います。で用意するものは、サボテンさんの、このナンバー BQ っていう5ミリですね、5ミリの刃を使います。そしてそれのこの外側にある形成体いうのをほじくるものです。マイナスドライバー、これで処理していきます。でやり方としたら、私も初めて去年やったんで、この上なのか下なのかっていう判断はちょっとよく分かってなくて、要するに今度これを剥がしてテープを巻くときに虫が入らないような形にせんといけないんですよ。なのでだいたいここから10センチぐらい、これぐらいを基準にここから感情白皮をぐるっとしていきます。でこれ皮も向いてないんで、かなり熱い状態になります。だいたいこの根元だけは皮を剥ぐんですけど、ちょっと最近ここ数年皮は向いてないです。でちょっと位置がずれた。こんな感じでぐるぐるとやりながら感情白皮の方の皮を剥いでいきます。
でやり方的にはこれそもそも皮が向いてなかったんで、全然皮が先に向けますね。これはこれで良くないんだけどな。やっぱ皮むいときゃよかったな今年。ここに後でテープを巻いていきます。一応養生テープですね。養生テープを使って巻いていきます。よいしょ。このまま長々と撮影してもあれなので、ちょっと一旦止めるかもしれませんけど、よいしょ。こうやって切っていきます。この内側にあるのが形成体というものです。それが下に根っこに向かって出していっているものです。結構ここからはカッターとかでやった方がいいかもですね。あとはカッターで傷をつけてこれを剥いでいきます。じゃあ一旦止めましょうかね。カッターを持ってきてくるのを忘れたので、これが接ぎ木用のナイフになります。そうするとこうポロッと取れるんですよね。ここが実際に形成体の部分です。こういう形で剥がしていきます。一応やったのが去年が7月の26日だったので、ちょっと今年は早めの感じですね。開花から私がやってるのが満開から30から35日後に
やるようにしてます。これぐらい剥ぎます。今年は5月30日、ぐらいから開花が始まったので、だいたい今7月6日なんで35日ぐらい経っている状態です。結構ね硬い状態ですね。木をねこういう風に痛めつけるんで、ちょっと木が弱くなるからやらない人も結構私の周りの中でもいらっしゃいますが、ちょっと糖度がね本当に去年変わったので、変化があったので、ちょっと毎年これはやっていくべきだろうと思ってます。必要な木だけね、もう糖度がこの木は上がらんっていうものが対象ですね。それ以外は対象外としてます。ちょっと無言でやってしまいますね。最初ね1回目やるときはかなり緊張いうか初めてだったんで、こんなに削ってええんかいのっていうのはかなり思いはありましたが、上にあるように実際はくっつくのが約1ヶ月ぐらいで元に戻りましたね。これがそれですね。で去年ピオーネもやったんですけど、ピオーネは多分環状白皮により強すぎたんかな。全てって言っていいほど割れました。なのでちょっとピオーネは怖くなったんで今年はやらないです。でちょっといっぺんそういう割れを経験するとクイーンニーナとか結構ね、もう1度でも2度でも上がってくれればというふうに思ってやろうと思うんですけど、袋を開けた時の割れを見た時のショック、あれはちょっとかなりやってもうたっていう気が激しいんで、ちょっとそれはしたくないんで、怖すぎるんで、ちょっとクイーンニーナもなかなか手がつけられない状態です。ちょっとね一文字の木の方がブドウ園2の方にあるんで、ちょっとあれが
もうちょっと元気になってからやろうかなと思います。ちょっと今植え替えを何回もしたので、ちょっと木自体もあんまり元気ないかなと思ってるんで、クイニーナの方はもうちょっと考えます。だいたい5ミリぐらいですかね。最初は親父の方もほんまに大丈夫かそんなに傷っていうぐらいビビってましたけど、まあ私もビビりましたけど、最初はねやっぱりここまでやるっていうのを実際に経験しないとできないことなんで、ちょっとこれは去年、いい勉強して、それが実際に数値としてね出たので、ちょっとびっくり状態ですね。これは木が弱るんでやらないっていう人も結構いらっしゃいます。でこれが今9年目の木になります。はい、一応これでおしまいです。こういう形で全体をだいたい5ミリの厚さ、そして3、4、4、5ミリですねの、奥深さで、切れ込みを入れます。であとはここから木が柔らかいので虫とかが入ってくる恐れがあるので、こういったところをこういった養生テープ、もしくはどんなテープでもいいんですけど、こう隙間からね入ってこないように、木って言ってもまん丸ではないんで、最初の1周目は気を使ってこう木の隙間がないようにこういった形でやっていきます。なかなかまっすぐではやっぱりなかったね。ちょっと上に行きましたね。ちょっと上に行きました。ここはちょっと虫が入ってこないようにこういう形にします。で今度はもう一度ここも虫が入ってこないようにこういう感じで巻いていきます。ここにねすごい汁が出てくるんで、安で足がいっぱいあるやつ、あれが結構きます。安ではいいんですけど、それ以外の虫がね来るとあまり木の中を食べられるといけないので、こういう感じで何重にも何重にも
テープをしておきます。はい、これが1本目の方で、ちょっと感情白皮とともに木の方も緑から黄色になり始めてて、房の状態の方も、まだ広角木という硬い状態です。でこれが一旦柔らかくなる、私がいつも言ってるんですけど、プニプニ木っていうベレゾンっていう軟化木っていう柔らかくなるのがあるんですけども、それを経て、玉太りが始まります。もうちょっとね、こっからでこの辺が去年すごい出荷症にすごい悩まされたとこなんですけども、今年はそうでもないのと、あとはいまいち大きくならない。それはなぜかというと、今年はちょっと房数を多めにしたので、ちょっと熟成する時間が結構かかると思います。毎年毎年同じじゃなくて、少なかったり多かったりっていうのを繰り返すようなやり方をやってます。出荷証も出てないですね。はい、次行ってみましょうか。あとこっちの木も確認だけしておきましょう。こっちもまだ柔らかくなってないし、粒もそこまで大きくならないですね。個体差があるいうのはあくまでもその新梢の枝の太さ、葉っぱの数、いろいろなことが言えます。はい、はい、じゃあ次行きます。はい、こちらの木は今年で初めて処理をしていきます。ちょっとナメクジがだいぶいってますね。ここやってここやって感じだね。じゃあまずはここから行きましょう。こういった線を1本入れます。そしてあとはそれに沿ってナイフで切っていく感じの方が良いです。今年はね、ここね、皮むきもしてるはずなんで、でこれをやって、去年はその初めてでやり方が分からずに日にちが伸びたんですよね。だから実際には満開から40日ぐらい経ってやったんですけど、問題は今回これを30日から35日満開からやってるんで、ちょっと早すぎたのかどうかっていう検証にもちょっとなるのかなと思います。やっぱり時期もちゃんとあると思うんで、その時期も間違えないような形でやっていかないといいものもできないという、そんな感じです。
すいません、無口になります。太陽が照り返したんでだいぶ暑くなってきました。合成する系水がどんどん根の方に行こうとしてますね。それを止めるんで水が溢れ出る感じになるんかな。今が一番重要な時期ではあるんで、こんな重要な時期にこうやって傷をつけると良くないっていうのもあるんですけども、私の方はちょっと調査とともに糖度を上げたいという人間の欲ですよね。やっぱり美味しいもの、甘いものを届けたいっていう気持ちの方が強いんだと思います。危ね。よし、こんな感じでやっていきます。
じで全体的なこんな感じで環状剥皮終了したので、これでまたテープで巻いていきます。はい、こんな感じでテープを巻きしていきます。隙間からね入らないようにねしていきます。今回環状剥皮をする木は全部でうちで4本やろうとしてます。あと2本は自宅のぶどう畑の方をやろうと思います。はい、おしまいです。はい、こんな感じで環状剥皮終了。これだけやってもこんなに汗が出ちゃいます。そういう男です。それではじゃあこれを見てみて、一応これをやっとんだけど、だいたいこれぐらいの幅で俺はやりよるんよ、でこれぐらいでやる人もおるんかもしれんし、わからない、せもせんのや、わからんけ、やったことないけ、2回目よ。でここで一旦こういう傷をつける。こういう傷をつけていくんや、ぐるっと。やってみしゃ。足は分かりやせんけど。足は分かりやってみなさい。これはこうなったんがあるの上。そうなんや、もうそれ取れんだ。こういうふうに一応後だけこうつけるんですよ。こうつけた後こっちパッとしてくれるのあるんやって。分かる分かる。これ皮むくんだろ。そうすりゃどうかになるんけ。ここのこいつって、ここにこれを取ったら分かるんだけど、皮からのここに、ここに枠がある、ここに今見えんけど、緑の枠がある、それが形成体油で、その形成体油のとここの真ん中に茎がおるじゃん、あれが導管油で水を吸い取ってあげるんや。それを止めるんじゃね。で今度これは何か言うたら、今度根っこを作るために、ブドウ糖いうか糖分を、ここから葉っぱが今度水をあげて、葉っぱが光合成をしてなんとかというのを下に下ろして根っこを作るように、その時にブドウにもそれも一緒に、持っていけよるんや。でそれを、ここで止めるいうことは根っこは大きくならんのんだけど、ブドウに全部いくんや。ようわからんけどまあええんだろうの。ブドウに栄養が全部いくんや。ということはブドウは一気に大きくなろうとするけ、特にピオーネとかやると割れるんや。割れないけ、太りすぎてや。一気に太るんじゃ。そうで、それで今回どこだったかな、あっこでやった時に全部割れとったろ。このあれがやクリエイティブきちゃった分だろ。袋を開けたら開けただけ全部割れとったろ。あれになるんや。でやっていい品種もあるし、そのやっていいその木の年代、何年目とかいうのも今度関係してくるわけよね。全てをやっちゃいけんのよ。だけど今回そのシャインマスカットは今のとこ割れてないじゃん。だけど今回初めて向こうの木やったじゃん、5年目の木を。問題はあれが割れたら涙もんよ。
ャインはね割れんのんよね、そうは言うても。でサインは割れんよな。割れんのんよ。ピオーネはでもね3年前に割れたでね。サイン。三日月割れ言うてからうん月の輪みたいに感じてくるーっと割れた。うんだけど動画アップしとるけ自分で見たら分かるんよ。うわ割れとるわ。で去年ここでやったんがこの木とその木で糖度を見たわけよ。うんそしたらこっちの方が糖度が2度上がっとったんよ。ほんまや。まあ一応個体差はあるんだけどうんもうそもそも違うとった糖度が。いいんじゃん。二度違うや違う。 2度違いはほんま違うけね。糖分が二度違うやばり。でちょっとこれはやばいでって思ってこれはせにゃいけんっていうのがこの2本よ。っていうふうにしょって今度はクイーンニーナとかすると割れたら涙もんじゃん。怖いだろ。袋開けるたびに怖いだろ。怖いよ。おい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 やだな。どうね。おい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 これもきゃこれもきゃじゃない。穴ないや。もったいない。であっこの木は全部割れたけもう今年はピオーネはしません。で実際に木も弱るみたいなんよねこれすると。で一概にどこまでやりゃええんかいうのが結構難しい問題ではあるんだけどね。でこれを光合成をする昼間にするとここに汁が山ほど出るんよ。ああわかるわかる。ずーっと出るよね。それはまあ当然だろう。ずーっとそけあれがね出るんじゃ。で今のうちの朝方やっとかんと。これでいいんけも。そうそうそうこれ。なんかテープ巻いと。いいじゃない。まあ結果が出るんがまた先じゃけどね。あれが嫌なんよね。すぐは電気やるんじゃなかったってなるか。わからんのよねこれだけは。こっから樹液が出るけすごい甘いんだろうね。安手が山ほどたまるけ。ほや。ここにアリゴキャへんけ。アリゴも来るよ。ほや。アリゴもほよるよ。はい、1本終わり。この環状白皮の状態になります。
で今年は、環状白皮をしようとしているのがこの木ともう1個5年目になる木を今からもう1回やっていきます。一応こういう形で、うちの方は糖度の方を上げていくっていうのをこの木は行ってます。木の本数が少ないのでそこまで一気に全部やるとかそういったことはせずに管理が行き届けるので、今のところはねまだそういう形でちょっと見ながら実際にどの木がその環状白皮が必要なのかっていうのを判断しながら作業の方をさせてもらってます。はい、環状白皮の説明は以上です。それではご視聴ありがとうございました。